こんにちは、ちぼです。今回からやっと本編である私の初の海外女子一人旅ウズベキスタンの旅がスタートします。全然不慣れなもので導入みたいなものを何も取ってなかったので、ちょっと今回最初にまずこの部分を入れさせていただいてます。まず改めてですが、私はゴールデンウィークにウズベキスタンに行ってきました。ウズベキスタンはですね、中央アジアと呼ばれるエリアにある国で、イスラム教の国です。私は、計8日間7泊8日、ウズベキスタンに滞在したんですけれども、まず初日はタシュケントという首都ですねのところからスタートして、夜に夜行列車で14時間乗って翌日の朝に着くというスケジュールで、一番奥にあるヒバという町に行きました。でヒバを2日間楽しんで、その後ブハラという町を2日間、サマルカンドという町を2日間、そして最終日タシュケントという形で4都市それぞれ2日間ずつを8日間かけて回りました。一番最初はまずはタシュケント編からになります。ぜひ楽しんでいってください。ではスタート。タシュケント空港にはお昼の1時35分着、空港を出たのは3時前でした。初日はまずチョルスーバザールという大きな市場を散策して、夜の9時にヒバ行きの夜行列車に乗る予定です。今回は空港からチョルスーバザールまでバスで向かう方法をお伝えします。私の拙い英語でお聞き苦しいですがご容赦ください。Bus station. Bus station, yes. Here bus. Here? Green. Green? Yeah. Station. There? Okay. It go to Chorsu Bazaar. Rahmat. Cheers. Thank you. Rahmat. すごい教えてもらえた。みんなタクシーを押すけど、バスでって言ったら、なんとちゃんとタクシーのうんちゃん的な人もちゃんとバスの乗り場を教えてくれました。親切ですね。こちら辺らしいので、こっちに移動します。バス乗り場に着いた時にちょうどバザール行きのバスが発車して目の前を通ったんですが、係員の人がいいから行け、乗れるみたいな感じで言うので、ダッシュでヘイヘイとか叫びながらバスを呼び止めて乗りました。ウズベキスタン着いて早々にドタバタ劇を繰り広げたのもいい思い出です。そのため自分の乗ったバスの番号をしっかり確認できていないのですが、チョルスバザールまでちゃんと着きましたよ。ちなみにバスはクレジットカードのタッチ決済が可能です。価格は1400スムです。カードの利用明細は17円となってました。バスの運転は日本とは違って、バス停に止まる際はあらかじめドアを開けながらバス停に止まるし、発車の際も走りながらドアを閉めるといった感じで、日本とは違う緩い感覚が味わえます。車の運転は結構荒いですし、タシュケントは首都ということもあって交通量も多かったです。危ない経験はなかったですが、日本とは違い車優先社会のため、日本人の方は注意してくださいね。また日本人女性1人のせいか、結構車内では視線を集めましたね。きっと珍しかったのかも。またバス車内に案内板のようなものはなかったので、バスに乗る際は運転手さんに確認したり、地図アプリなので位置を照らし合わせて降りるのがいいかもしれません。またウズベキスタンでは電車もバスもそうでしたが、イヤホンせずに動画を見ている方が多い印象で、ほらなんか面白い効果をこのおかげで現地の人の日常がより肌で感じられて楽しかったです。タシュケントは首都なので街は結構栄えています。バス通り沿いは路面店が立ち並んでいて、眺めているだけで遠い国にやってきたんだなぁとぼんやり思いました。もう少しすると聞こえてきますが、この通りクラクションもめちゃくちゃ鳴らします。ドバイもそうだったので、中央アジアの運転文化なんでしょうか。そんなこんなで空港からバスで20分ほど揺られてチョルスバザールまでやってきました。地下鉄の駅からだと割とすぐにバザールのメインの建物に入れるんですが、私はバスで向かったので少し遠回りで端っこから散策を始めました。美味しそう。
こちらはウズベキスタン名物のナンと呼ばれるパンです。インドのナンとは全く違います。いい匂い、すっごいいい匂い。それぞれ柄も違うし、ごまがついてたりついてなかったり、いちごよく置いてますね。野菜もいっぱい。チョルスーバザールのメインは野菜や果物、スパイス、肉類など食料品ですが、端っこの方には洋服や雑貨のお店もひしめき合ってます。海外のお洋服が好きなんて方は、まずはここに来て洋服などを現地調達するのもありかもしれません。下着や靴下類もあったので、割と全部揃っちゃうのでは。お値段も安いと思います。私はこういう海外の市場みたいな場所がとっても好きです。その国の匂いを感じるというか、賑やかで活気があって現地の方の生活が垣間見える風情がとても好きです。クッキーだ、美味しそう。すっごい迷ったけど、多分ここかな。多分ここがチョルスバザールホイです。だいぶ迷いましたが、やっとメインエリアに近づいてきました。本当に動画撮影に不慣れで手ぶれ多いわ。目まぐるしくカメラ回すわで見づらいですね。自分では結構気をつけてゆっくり撮っていた気もするんですが、勉強になりました。やっぱり旅なのでカメラ越しではなく自分の目で目の前の景色を堪能したいため、少しカメラの目線がずれてしまっていることもありますが、私の旅動画ではそういった点もリアルさとして楽しんでもらえたら嬉しいです。こちらではサモサやシャシリクというウズベキスタンフードが目の前で焼かれていて、香ばしい香りと煙に食欲をそそられました。すんごい煙。いよいよチョルスーバザールの中心エリアに近づいてまいりました。一面ありとあらゆるお店がびっしり連なってます。こちらはスパイス、野菜、食用油のコーナーです。スパイスとか風で飛んでいかないのと気になったり、野菜の見事なまでの綺麗な陳列なされ方にテンション上がります。食用油もこんなに大量に並べられてると圧倒されますね。あ、こっちは外かな。もらったが簡単です。現地のお店の方やお客さんの掛け声ややり取りなども活気があっていいですよね。このブルーの丸い屋根が可愛い建物がチョルスバザールの一番のメインになります。その周りを囲むように露店が連なっています。野菜はどれもツヤツヤで色鮮やかで、見ているだけでパワーをもらえる気がします。特にトマトははち切れそうなくらい実が詰まっていて美味しそうでした。置いてある野菜は意外と日本と変わらない感じの印象を受けました。調味料さえあれば肉じゃがとか作れそうですよね。キッチン付きのゲストハウスとかに泊まるんだったら、野菜をこれでもかとかってウズベキスタン野菜のご飯を作って食べてみるのも楽しそうだなと思いました。スパイスもお土産用に綺麗に包装されたものから山になったバラ売りスパイスまで、ハーブティーも売られてましたよ。こちらはお菓子コーナーです。ナボットと呼ばれるお砂糖を固めたものやハルバという甘いお菓子がよく並べられていました。日本ではなかなか馴染みのないお菓子のラインナップで異国感満載です。中にはこんなものも。ベーカリーって書いてあるからナン売ってる。すごい。チョルスーバザールにはナン専用の売り場もあります。このゲートの先には両側にナンのお店が連なっています。クッキーだ。もうどこもかしこも美味しそうなものだらけ。体一つじゃ持たないぐらい誘惑が多かったです。こちらがナン売り場です。作る人によって微妙に柄が違ったり、ごまが乗っていたり、サイズ感もまちまちで個性があって面白いです。このようにお皿みたいなナンもあります。お皿みたいな。欲しいな、食べたいな。何食べよう。ぜひ数あるナンの中から自分のお気に入りのナンを見つけてみてくださいね。ちょうどいっぱいあったので買いました。顔ぐらいの大きさのサイズの
ナンを1個6000円スムでした。6000円スムで買いました。安いのか高いのかは知りません。食べてみます。あ、意外ともちもち。結構硬くてバサバサしてるのかと思ってたんですけど、意外ともちもちします。食感。ちゃんと塩気もあるし、なんか空港で食べたパンは、飛行機かの機内食のパンは結構塩気とかもあんまなかったから、そういう感じ素朴なのかなって思ったんですけど、意外と普通に日本とかで食べるようなパンと一緒で、ちゃんと塩気きっちりありますね。美味しいです。こんな感じです。先ほどのブルーの丸い屋根の建物内に入りました。こちらは吹き抜けの2階建てになっていて、1階は漬物やお肉、加工食品などが並び、2階はナッツ売り場になっています。編集作業中に気づいたんですが、2階部分の動画がありませんでした。こちらはチーズやヨーグルトなどの乳製品のコーナーです。このヨーグルトの入ったペットボトルは宿泊したホテルの朝食でも見かけました。結構ドロッと塊のあるような感じで、日本のヨーグルトドリンクのようなサラサラ滑らかな感じよりもワイルドでした。こちらは漬物コーナーになります。日本でも見かけるような浅漬けや紅白なますといった見た目のものから、きゅうりのお漬物、人参のお漬物などたくさんの種類がありました。ちょっと試してみたい気持ちもあったんですが、機内食で結構お腹いっぱいの上にバザールの食堂でも食べたい気持ちがあったので、ここは我慢しました。続いてはチーズやハム、ソーセージなどの加工品コーナーです。やっぱり海外って一個一個のサイズ感がすごく大きいですよね。チーズとか業者かってくらい。お肉も迫力があります。すごいですよね。買ってみたい。こんにちは。こんにちは。やっぱり観光地なので、お店の人もこんにちはとか日本の単語を知ってるみたいで、通るたびにこんにちはとか東京とか声かけてくれました。食堂街に来ました。なんか広くて全然ここにたどり着かなくて、やっと来れました。シャシリクとサモサが食べたいので、いい感じのお店を探していこうと思います。ここではシャシリクというお肉の串焼きやサモサというミートパイのようなものの他に、ウズベキスタンのローカルフードが売られていて、奥にあるスペースで食べることができます。こちらの奥がプロフという炊き込みご飯、手前がショルバというスープです。本当にプロフ、油がすごい。そう、今そこに溜まっていたのは油です。サモサを買います。16,000スムと言われました。その後別の場所でシャシリクも注文しました。ラフマイエーイ。なんか高くないか。16,000スムもすんのかな。とりあえず食べてみます。とりあえず今これぐらいの大きさのサモサを買いました。16,000スムって言われたんだけど、高いのかな。相場が分かってなくて分からないんですけど、いただきます。なんかすごいな。お肉の脂身みたいなのいっぱい入ってる。見えるかな。おいしい。結構お肉ゴロゴロです。ひき肉っぽいのかと思ったら全然ひき肉じゃないし、味結構しっかり濃い。中身シャシリクも来たので食べてみます。あ、柔らかい。思った以上に柔らかいし、ジューシー。ちょっとお酢がかっててさっぱりしてる。
お肉がジューシーなんでさっぱりします。食事を楽しんだ後、またブラブラしてチョルスーバザールには2時間ほど滞在しました。気づくと5時半、意外といい時間になってました。これからオイベック駅というレストランなどが集まるエリアに移動して夜行列車で食べるご飯を調達しに行きます。お店は旅行前から目星をつけていたレストランがあるのでそちらに向かう予定です。街を少しぶらついてから余裕を持って夜行列車の出発駅であるタシケントユージニー駅に向かい、いよいよ夜行列車の旅がスタートです。今回はチョルスーバザール編ということで夜行列車編は次回になります。ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。今回動画を編集して思ったのがとにかくクオリティが低い。なので写真でも伝えようとインスタグラムを開設しました。これからは動画と並行しながら写真でもお伝えしていきます。概要欄、プロフィールにリンクを載せますので、いいねやフォローお願いします。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのアクションが励みになってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。